まずこちらの A4 ですね、この資料をご覧いただきながら話を聞いていってください。1番として、日本文化に関する危うい常識というふうに書きました。これは日本文化ということに限らないんだけれども、いわゆる文化を語るときに、次のような言い方がよくされます。日本人というのはそもそもとか、日本人というのは大体とか、あるいは日本独自の文化とか、日本固有の文化というふうに、その日本だけのもの、あるいは日本人というのはこういうものだ、日本文化というのはこういうものだというような、我々がよく聞いている常識というものがあります。で、これからその常識に関していくつか見ていきますけれども、実はその我々が普通に思っている、普通に感じていることが、実は普通と言えないんじゃないかと、もしかしたら違っているんじゃないかという、そのあたりのことをお話ししたいと思いますね。で、例えば例1として挙げたのは、日本人は自然に対する繊細な感受性を持っていると。例えば日本人は落ち葉になったもみじもというものも美しいと感じるが、外国人はこれをゴミとしか感じない。例えばこれは虫の音に対して、スズムシの音に対して日本人というのは非常にこれを美しいと感じるんだけれども、外国人にとってみればノイズだと、騒音でしかない。こういう言い方をする方が実際いるし、こういう言い方っていうのは割と耳にすることが多いんだろうと思うんですね。ところがこれはもちろんそうではなくて、これを外国人、この大学留学生が非常に多いですので、留学生の方に問いかけるとそんなことはないんだということを即座におっしゃいます。つまり我々日本人というのはもちろん自然に対する繊細な感受性を持っていると思いますけれども、それは外国人にないものというふうに日本人だけのものというふうに考えてしまったら行き過ぎだろうということなんですね。でそれと同じように例の2に挙げました、日本人には武士道の精神がある。例えば阪神大震災の時にはだから火事場泥棒なんていなかった、要するに地震の災害にあってで家を離れなければならなくなった時に、その空いた家にですね潜り込んで、泥棒を働くという、そういう言ってみれば卑劣な行為というのが、こういう災害の時には起こるわけですけれども、日本人というのは武士道の精神があるのでそういうことはしなかったと。これもある本に書かれていたし、その本を書いた方のインタビューでもそういうふうにおっしゃっていたんですけれども、さてどうか。そもそも武士道の精神というんですから、これはある階層ですね、この場合武士なわけですけれども、ある階層に限られた精神性であって、これは日本人全てではもちろんないわけですね。よくご存知のように、江戸時代司教公証という身分制度がはっきりと分かれていましたけれども、その武士の階級においてそういう道ですね、武士道と言われるのがあったとしても、それはいわゆる日本人全体のものでは決してないわけですね。でそれから例えばその阪神大震災の時に火事場泥棒がいなかったとありますけれども、つい数年前の中越地震などではですね、そういうことが行われていて、非常に腹立たしいというようなことをニュースでも上がっていました。これに関しては義理人情についてもね、日本人は義理人情に熱いってことがよく言われますけれども、確かに熱い面はあるんだろうと思いますが、一方外国人の方もですね、一回パーティーに招かれたら絶対にそのお返しをするというふうに言ってみれば非常に人情が熱いわけだし、義理もある。また、これは韓国の話ですが、韓国には割り勘というのがないですね。日本に来て割り勘というのがあるのが驚いたと。韓国の場合は、おごってもらったらそのお返しを必ずするということで、その時、接待を受けたとすればそれをありがたく感じながら、でも義理あるいは人情のお返しをするということになるわけですね。だからこれも日本人独特のものでは決してない。あるいは例の3、日本語ほど美しい言葉はないという言い方も時々されます。日本語美しい言葉いっぱいありますが、日本語ほど美しい言葉はない、あるいは日本語が一番美しいという言い方をしたとすればそれはどうなんだ。よく言われるのは、日本語というのは母音が少ない。母音というのはあいうえお、この5つだけです。ということは、例えば詩を読むときに韻を踏むということがありますね。押韻という意味です。でこの韻を踏むということによってその詩の言葉が非常にリズミカルに、あるいは繊細な響きを持って聞こえてくる。だけれども日本語には母音が少ないから、韻を踏むにしても非常に単調になってしまうんですね。
そういう意味で、詩の朗読を聞けばこれすぐ分かることなんですけれども、その朗読においてその韻っていうことに関して言うと、美しさはどうしても、いわゆる西洋語に軍配が上がってしまうということがある。さて次の例のようにですね、日本は主語を省略してお互いの意思の疎通を図ることができる、よくあうんの呼吸なんてことを言います。でこれ逆の面から言うと、日本語は主語を省略することが多いと。でこれは日本人が自分の意思を曖昧にするという欠点を示しているんだと。こういったこともよく言われます。さてどうでしょうね。日本語は主語を省略する、そのことがあうんの呼吸というものを導いている、あるいは逆に自分の意思を明確に示さないという欠点を示している。確かにそういう面もあるかもしれませんが、一つ視点を変えて私っていう、この場合私にしましょうか。私という言い方、今私と言ってますけれども、僕個人を指すときに今僕と言い換えましたね。この人間一人に対して僕であったり私であったり私であったり、あるいは私であったり、あるいはオイラであったり、拙者なんていう人は最近いないと思いますけども、その一人のこの、言葉を発しているこの人間を指すことはいっぱいあるわけですよ。でその主語がいっぱいあるってことは、その対人関係において自分の感情の表明をその自分の呼び方によってしてるわけです。ということは、日本人というのはその主語に対して非常に神経細やかな、曖昧になんか決してしないんですね。お分かりでしょうか。さあ次の例のところですね。日本人は個人主義的ではなく集団主義的である。日本人はすぐ群れる。日本人がすぐ群れるっていう例を挙げてごらんっていうふうに学生に言うと、日本人は自分が行きたくなくてもトイレにみんな一緒に行くっていうんです。これ女の子同士は分かるんですけど、男同士でも最近あるらしくて、まさか手をつないでいくわけないんだろうけども、これ真っ先にありますね。確かに群れる。でもこれはですよ、集団主義的であるというまとめ方をしちゃっていいんだろうか、あるいは個人主義的ではないと言っちゃっていいんだろうか。例えば皆さんのご家庭、食事をするときにお箸は何を使っていらっしゃいますでしょうか。何を使っていらっしゃいますでしょうかっていうのは変な言い方ですが、お父さんのお箸と皆さんのお箸一緒ですか。これは皆さんのお茶碗とお父さんのお茶碗一緒ですか。これ一緒の人いるかもしれませんけどね、別々ですよね、普通はね。でこれが外国に行ったりするとスプーンとか、フォークとか共用ですよね。その意味で、マイ箸って言っていいんでしょうかね、自分のものっていうものが明確にあるわけですね、食器なんかで。そういう現れ方をしているとすれば、それを個人主義的であるというふうに言ってもいいんだろうと思いますね。でこれまでお話ししてきたのは、その日本文化とか日本人というものに対していろいろな言われ方をして、それが常識になっていたり、あるいはもっと言うとそれが我々の感性になっていたりするんだけれども、でもちょっと視点を変えてみると裏の面、逆の面だってあるじゃないかということです。だからこういう例1から例5に挙げたものが間違ってるとは言いません。そういう例もあるんですね。だけどそうじゃない例もいっぱいある。そういったですね、物事に対してこれだっていう言われていることに対しては、皆さん自身が本当だろうかということを一回疑ってみるともいいだろう。で疑ってみた時に新たな発見も出てくるんじゃないか。特に時代が変わってくると、前とは日本人だって違ってきてるわけですね。でそれをもっと無理して元に引き戻そうとする人もいるんですけども、無理して元に引き戻すことがいいのかどうか、そういったその常識とか、これが普通だと言われていることに対して一旦疑ってみるということが必要だし、もっと言うと日本文化という皆さんのイメージがどういうものか、何を思い出すか、それぞれあると思いますけれども、その日本文化と言われているものやことや人に対して皆さん独自の視点で、独自の眼差しでもう一回捉え直してみたらどうだろう。そういう勉強を日本文化学科ではやっていただけたらなと思うんですね。